実は誰も採用していなかった、平面駆動のフィルターギミックモデル。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ナイス HCK の新作平面駆動イヤホン、ナイス HCK-F1 だ。発表から随分待たされたけど、11月11日でお披露目されて、我が家にもようやくやってきた。F1 は、ここ最近大量に発売された、大型の平面駆動ドライバーを採用したイヤホンの中でも、後発のモデルと言っていい、特徴的な外観のモデルだけど、装着感に関しては問題なし。平面駆動イヤホンは本当に大量に発売されてきたわけだけど、おそらく今年最高発になるだろう。この F1 は、果たして先達たちを超えて選択する理由はあるんだろうか？ドライバ構成的には、もはや目新しさを失いつつある平面駆動ドライバなんだけど、実は、まだフィルターギミック採用のモデルがなく、そこに焦点を当てた F1 は、1台平面駆動を買おうと思ってるんだけど、どんなバランスを選ぶか悩むなぁ、なんて、思ってる人に、非常に効果的だ。ナイス HCK-NX7 Mark IV でも同系統のものが採用されていたフィルターギミックは、適度に音を変化させる、高音、バランス、低音の3種類。今回の F1 では、どんな性格を見せるんだろうか？詳しく見ていこう。まずは外装部分から、特徴的な形状をしていて、この形に近いものに、装着感で不満が上がることが多かった、DFZ の1ダイナミックドライバ機、テクーラ1などがあるので、ちょっと装着には不安を感じる人もいるかもしれない。が、安心してほしい。そのまんまドラム缶からノズルが生えているような、ビジュアル重視のテクーラとは異なり、F1 はしっかり形状がシェイプされていて、耳につけても全く違和感を感じないし、そもそもテクーラの装着難の原因だった、尖った部分がない、ケーブルを前方に逃がすことに気をつけながら装着すれば、非常に装着感が安定するイヤホンだと思うぞ。外装はすべて金属で作られていて、そこに謎の C 型のカーボンプレートが貼られている。これ、ぶっちゃけ CG で見ると質感的に謎な白物なんだけど、出来上がった現物の質感は非常に良く、見本 CG ののっぺりした感じで損をしてると思う。中華系のイヤホンって、見本 CG の段階で商品画像を作るので、現物見ると思ってたより全然いいじゃんこれ、がよく起きるんだよな。超低価格機ではよく麻薬のことが起きるわけなんだけど。また、ちょっと重厚感のある見た目なんだけど、本体はこのサイズの金属イヤホンとしてはかなり軽い、取り回しやすいものだ。この印象に拍車をかけるのが、ケーブルの取り回しやすさ。F1 のパッケージ内容は、豪華な HCK 定番の青いポーチ、同社の人気モデル、ナイス HCK-NX7 Mark IV でも採用された、取り回しやすく、音質的にも不満のないケーブル、そして、フィルター交換可能なイヤホンらしく、別フィルターが2つだ。ケーブルは、事前に使用サイズを選択するタイプ。今回の F1 では、4.4mm プラグと 3.5mm プラグを選択できるぞ。よくわかんない人は 3.5mm を選ぼう。付属ケーブル、ポーチともに質感が良好だ。HCK はケーブル頼んでもイヤホン頼んでもポーチが豪華でちょっと嬉しい。内装について触れていこうか。ドライバーはもちろん、本機能売りとなる、14.2mm の平面駆動ドライバ単発、14.2mm 波、ここ最近発売される 13mm オーバーの平面駆動イヤホンの中でも、特別大きな部類に入るドライバーだ。たまに四角いのも見かけるけど、F1 に採用されているのは、円形のタイプだな。とはいえ、平面駆動自体は、すでに KZ が手を出してるどころかなぜか4機種出してるほどに、市場に定着したドライバー、F1 ももうちょっと早いタイミングで出てくるはずだったんだろうけど、現在の市場はすでに飽和状態だ。ただ、その中でも F1 が輝く要素はある。F1 は、平面駆動機としては珍しい、ノズルが交換可能なイヤホン。すでにナイス HCK-NX7 シリーズで何度も採用され、定評のある、ノズルの蓋部分を取り替えるタイプのフィルターだな。ノズル内部にメッシュが配置されていて、これの多少で、高音側を止めて、全体の音を調整するタイプだ。元々の音が感触感が強いので、一番強く影響されるフィルターを使っても、高音側が眠たくなった、と感じることはなかった。うまく低音側の存在感を増減できるフィルターだと思うぞ。今回は標準の仕様で聞いているんだけど、付属のイヤピも、単体販売される手のかかったもの。先ほど言った通り、ケーブルもそのまま使っても、実力を引き出せるものだ。なので、F1 は、箱から出した状態ですぐに使うことができる。ちなみに、付属ケーブルも、何気に単結晶銅、銀メッキ線と、スペックから見ても、十分な仕様だ。ナイス HCK-NX7 Mark IV には同じケーブルがついていて、そっちでも優秀なケーブルだな、と感じてたんだけど、F1 も変わらず、ケーブル変えなくてもいいんじゃないかな、と感じるくらいに優秀なケーブルだぞ。
というわけで、細々したチェックもおしまい。その音色について見ていこう。まず、ナイス HCKF1 を聞くときに注意したいのが、インピーダンスが16オームながら、実は結構音量が取りにくく、気づかずに小音量で聞いて、こんなもんか、と思っちゃうことがありそうなこと。少しボリュームは高めである必要がありそう。加えて、出力の小さい機種に組み合わせると、なんというか、ヒョロヒョロの音になる。結構上流に求める要求の高いイヤホンであることに注意が必要だ。で、気を取り直して聞いてみると、軽い金属外装にあった、シャープで明快な音。よりドライでクールな平面駆動を求めている人なら、F1 はベストな選択になりそうだ。基本的に、低音側よりも高音側のキレを重視した調整になっていて、最もベースが強くなるフィルターを使って、ようやく他のモデルに量感が並ぶくらい。しかも、その状態でも非常に高音側が引き立つので、どうやっても高音側が眠くならず、またボーカルもドライに聞こえてくる。ただ、低音がダメかというと全くそんなことはなくて、ベース、サブベースともにしっかり響いてくれる。残響は少なめで、いかにもアルミハウジングらしい。元気できらめくような音が聞けるぞ。手持ちの平面駆動の中でも、KZPR1 Pro よりも明るくて、ドライな音色。シャオワー S12 よりも金属音が引き立つ音だ。ボリュームが取りにくい、と言ったけど、低音量でもちょうど良いバランスを提供できる、とも言えるな。フィルターギミックを試してみよう。個人的には、高音を一番削るフィルターで一番ちょうどいい。ただ、高音を一番削るはずのフィルターでも、高音側のソリッド感はあんまり変わらず。どちらかというと、低音の量の好みで選択していくのが良さそうだ。もっと平面駆動的なバランスのところからスタートするのかと思ったけど、そもそも初期フィルターの時点で、かなり高音が痛快になるチューニングからのスタートなので、どの状態でも、高音の存在感が強く、ミニチュア然とした、はっきりとした発音のイヤホンとして楽しめる。あとは低音の沈み込みの派手さが選択できる。って感じだな。音色を分解してみよう。高音域、もともと A 目のところに、アルミハウジングによるハキハキとした反響のおかげで、非常にシャープな音色を楽しめる。一番低音よりのフィルターにしても、わかりやすくカリカリにドライな質感だ。この傾向は中音域でもそのまんま、ボーカル部分もくっきりと聞こえるが、人によっては子音が S の発音がちょっと刺さるかもしれない。僕でもかなりこのあたりが強調されるなぁと感じていたので、ここら辺に物足りなさを感じる人には、最適な平面駆動になりそうだ。具体的にはナイス HCKNX7 Mark III とかに近い感じで、かつドライバが単発になっているので、よりクリアに聞こえる、というイメージでいてくれればいいと思う。こんだけ平面駆動が大量に出てる中で、個性化できてるのはいいことだな。そして、低音域、フィルターの影響を受ける部分で、非常に軽いバランスから、ある程度量感を感じさせるバランスまで変化させられる。個人的には、一番低音が多くなるフィルターで、最もちょうどいい塩梅かな。これらをまとめた空間は、全体的に近いけど、広がりは感じる。どこかで止まっている感じはなくて、広い部屋の中で楽器が近くで鳴っているような印象だ。高音域が特にはっきりと聞こえるのが、その理由になってそう。どのフィルターでもこの傾向は変わらないけど、高音重視のフィルターにするほど、近くで鳴っていて、そして広がりを感じる傾向があった。音の方が結構特殊なので、空間も自然というよりは独特な方向になってるな。というわけで、ナイス HCKF1、事前に想像していた音色は、よりオーソドックスなチューニングにフィルターを組み合わせるものだったんだけど、蓋を開けてみたら全然そんなことはない。超個性派の高音強化のバランスに、その中で低音をお好みのように調整できますよ、というフィルターギミック。付属品はそのまま使えるのでコスパはよろしい。が、最初から明確なターゲットに合わせて作られた、カリカリの改造感重視系イヤホンだった。おすすめなのは、この高音のキャラの立ち方に魅力を感じる人、小音量でもくっきりと聞こえるイヤホンが欲しい人、そして、フィルター付きの平面駆動イヤホンが欲しい人だな。遅れてきた服の平面駆動だけど、その可能性はしっかりとあるし、他メーカーとも差別化されてる。特に、もっと力強い高音域を、と考えている人には、F1 は一番強い高音を鳴らせる一台だぞ。といったところで今回はここまで。